本的には和声楽に登場する和音を中心によく使う和音だけを収録してありますが、それでも約6000個の和音があります。そのため絞り込みに慣れた方が作業は効率的です。はじめに長調の和音と短調の和音の絞り込みについてだけお話ししておきます。他の絞り込みについては別の動画で解説します。よく使う和音というのは長調と短調でラインナップが異なっているので、絞り込みの機能としても常にそれらをはっきりと分けてあり、和音の記号も色分けしました。長調は白で短調は薄い青です。またその絞り込み機能は自動で現在の編集場所によって切り替わりますが、うまく切り替わらなかった場合は左の小さなボタンから切り替えてください。ところでこのソフトでは長調の中でも短調用の和音を使うことができますし、逆に短調の中でも長調用の和音を使うことができますので、その時にも手動で切り替えれば入力できます。和音の記載方式はいくつか用意しました。設定メニューをご覧ください。ここからいつでも変えられますので変えてみてください。各様式の記法については一部は音楽大学の先生に習っていますが、その他は書籍やインターネットで勉強したものになっています。そのため大変申し訳ないのですが、十分な情報が得られないままこのソフトを開発してしまいました。このことが学習者の皆様を混乱させてしまう結果になったら本当にすみません。できる対応は行いたいので、正しい記号の情報があれば Google フォームで教えていただけると嬉しいです。またこのソフトでの注意ですが、実際に鳴らす音は和音の編集機能によって係留やペダルポイントといった指示が反映されたものになります。それらの情報は SMF には反映されますが、記号には反映されません。通奏低音は数字付き低音の仲間で、本来は楽譜上でヘ音記号で表現したバス音の下に数字を書いて、その数字で情勢、つまり右手がどんな音を演奏するのかを度数で表したものです。この記号ではバスの音が現在の調では音階上どの高さにあるのかというのを楽譜のヘ音記号の譜表の代わりに真ん中の大きなローマ数字で表現してあります。他の調からの借用和音であっても意識することなく同じルールで記載するという特徴があります。第3音、第5音を明示的に省略するための書き方が存在しないので、必要に応じて横線で打ち消すように表現しました。また音階上にあるにもかかわらず増余度や年語度となった音に斜め線を表記する記法もありますが、このソフトでは通奏低音については非採用としています。フランス式は数字付き低音の仲間で、右の数字がバス音からの度数を表している点は通奏低音と似ていますが、真ん中のローマ数字が和音の根音の高さを表している点が異なっています。また同音にプラス記号をつけることがあり、同じ語でもバスセーブの位置やセブンスの有無によって同音の表現方法が異なっています。複語、つまりセカンダリードミナントの時は上の方にオリジナルの調を表す小さなローマ数字をつけています。島岡和声は日本では長い間芸大和声と呼ばれて広く親しまれてきたものです。音楽大学だけでなく一般のピアノ教室などでも広く教えられてきました。真ん中のローマ数字はフランス式と同様、和音の根音が現在の調でどの高さにあるのかを表しています。右上の小さなアラビア数字が展開を表している点がこの方式の特徴です。ここで展開とは
パスの音が和音の構成音のうち下から何番目かということです。根音と一致する場合を0としてカウントし、その場合は表記しません。長調では単調からの借用和音の場合に左に丸印をつけます。また単調におけるドリアやナポリの2度ではプラスやマイナスの記号を用います。フランス式同様、複語の時は上の方にオリジナルの調を表す小さなローマ数字をつけています。コードネームの様式は他の記載方法のように度数による暗黙の省略を行わず、長3和音を基準にして差分を明示的に記載する方式です。誤解が起きにくいのが特徴です。展開形を音コードの仲間として算数の分数のような形で表現します。下にある分母が低音、上にあるのがそれ以外の和音の本体を表しています。コードネームの実音表記の方式です。作業領域内に配置された和音だけローマ数字ではなく実音を表す ABC のアルファベットを用いて表記します。それ以外はコードネーム方式と変わりません。シフトキーを押している間はコードの役割がわかるよう一時的に度数表記に切り替わるようにしています。転調の括弧の中に入れると和音の機能を維持するために自動的に実音の ABC が書き換わります。また曲全体の調を変えた時も自動で実音のアルファベットが書き換わります。左ペインの和音記号を選択する場所は実音がまだ決まっていないのでローマ数字での度数表記のままとなります。このソフトでは全ての記号の系統に共通してヨド体積の和音をこの書き方に統一してあります。ヨド体積というのは4度の音程を連続して作った和音のことです。記号については私なりにインターネットを調べたのですが、それ用のものを発見できなかったので仕方なく自分で作りました。記号を作る際には海外に留学したプロの演奏家の方に相談に乗ってもらいました。その結果掛け算の記号だけだとプラスに似ているので既存の記号と見間違いしないようカッコを使うことにしました。真ん中にある大きな文字の部分はそれぞれの様式に合わせ根音、バス音、実音いずれかになっていますが、右下の文字列にはこの和音だけの特徴があります。 4×4、4×5 のような形式をとっていて、かけるの後の数字は4度の音程を何回重ねたかを表しています。先頭に P がつく場合、つまり P4×4、P4×5 のような書き方をしているときは、その4度というのが長、単の隔音階上ではなくて完全4度の繰り返しになっています。この P はパーフェクトの頭文字です。また右上の数字は展開の回数を表していて、これは日本の島尾川姓の形式に揃えたものです。通常のコードネームの書き方でも表現できないことはないのですが、音楽的な使い道を考え、見た目上もはっきりと区別できるようこのような記号を採用しました。